まあまあそう言わずに聞いていってくださいよ。ここだけのおいしい話、興味あるでしょ。大丈夫、すぐ終わりますから。さあさあ、こっち。キツネが1匹、パピーが1匹か。何の音だ。怯えた小動物をかっくらって満足かよ。情けねえ獣だな。あんたもだ。パピーにだって牙くらいあるだろ。飾りで終わらせてんじゃねえよ。鎖は壊した。牙を抜くか尻尾巻いて逃げるか、あとは自分で選べ。ほらこっちだ。そことあそこの角に置いてくれ。いやー助かるよ、設営手伝ってくれて。おお、ようやく登場しましたね。あのシンボリ家の馬娘、シリウス・シンボリ。ああ、これまでの模擬レースでは多くの結果を残している。今日はどんな走りを見せてくれるか楽しみだな。各馬娘がゲートに収まりました。本日の選抜レーススタートです。早朝の雨でコースはやや重いはずですが。ものともしていないな。評判通りすごいパワーだ。素晴らしい走りだったよ。君ならクラシック3冠制覇を狙えるだろう。俺の持っている経験全部叩き込むと誓おう。私もぜひぜひ私と一緒に三冠をつかみませんか。まだ新人ですけど環境、情報、戦略完璧に整えてみせます。君何やってるの。こっちも手伝って。悪いが担当はもう決めた。おいあんた、そこのパピー、あんただよ。今日からあんたが私のトレーナーだ。異論ねえな。異論はねえな。以上が今後の方針だ。デビューまでは今の計画に沿って進む。ああ文句はないなら黙って見てな、トレーナーさん。今日はこれでしまいだ。ご苦労さん。あんたも帰っていいぜ。なんだ。
鎖は壊した。牙を剥くか尻尾巻いて逃げるか、あとは自分で選べ。あ、誰だあんた。そのバッジもしかしてトレーナーか？おいあんた、シリウス先輩の。これは意外な客だな。何の用だ？まさか火遊びをご所望か？話ねえ、笑わせる。首輪でつながれたペットが飼い主に楽に噛みつけると思うか？まあいい、自我が芽生えたのなら分からせる機会だ。あんた、私と話がしたいんだったか？ならテーブルにつく権利を得ないとな。そう、勝負だ。負けた方は相手の言うことを聞く。単純なルールだろ。9ボール、1から9の順番で当てていき、9をポケットした者が勝者となるゲームだ。本来は順番を閉じるとファールだが、今回はハンデとして3回までファールを許す。好きな順で打っていいんだ。楽勝だろ。さあ、あんたから始めさせてやるよ。当然断らねえよな。また外れだな。弱火で炙るのも嫌いじゃねえが、冷めちまったら元も子もねえ。見てろ。あんたの小さな反抗もこれで終わり。主従は明白だ。これからもあんたが私に従う。ちゃんと覚えたな。しけた面するなよ。ほら支度しろ。たまには散歩もしてやらねえとな。これは客観的な意見だが、現在君が行っているトレーニングは見たところやや負荷が高いように見える。このままでは安穏無事とはいかないだろう。それは君の足が最もよく分かっているはずではないかな。それは分かってますけど、でも決めたんです。本格化を迎えた今、できることは全部やりたいって。その意思は尊重すべきものだが、生徒会長としてはやはり。おい、そいつは私の後輩だ。勝手にくだらねえこと吹き込んでんじゃねえよ。シリウス先輩？下がってろ。で、ルドルフ、話を聞いたなら知ってるだろうが、こいつは自分の意志で無理を押してもやり通すことを選んだ。そう、自分の頭で考え抜いて答えを選び取ったんだよ。それにケチつける気か？いいや、意思を否定したいわけではない。だが今後走れなくなってもという部分には賛成しかねる。思うに
リスクを冒す前になすべきことはいくらでもある。例えば教官とのマンツーマンでのトレーニング、効率的な体づくりのための食事メニューの改善、肉体的精神的な疲労についての定期的なチェック。どうだろう、このように長期的な計画に目を向けてみるのは。もちろん全ての監修に私も関わり全力でサポートする。なるほどなるほど、大層に美しい理想論だ。だがな、サポートってのは私に言わせりゃただの他人任せなんだよ。そうやって美ジレイクを並べてそいつを信頼させて、で望む結果を得られなかったらどうする？お前が責任を取れるのかよ。視力を尽くしてそれでも結果を得られなかったのなら無論責任は取る。私はそのために生徒会長になったのだから。果てしない話だな。責任ってのは一時しのぎの話じゃない。この先の未来全てに関わってくる。だから自分一人で追うんだよ。しかしありがとうございます。会長が気にかけてくれたのは嬉しかったです。でも私やっぱり自分で決めなくちゃ。私は弱いから、寄りかかってしまったらダメだった時きっと全部そのせいにしてしまう。でも憧れの舞台で走るために全力を尽くしたんだって。その責任を自分で負えるならきっと後悔しないから。君たちの思いはよく分かった。だが今後も説得をやめるつもりはない。彼女が最も幸せな未来をつかめるよう私は全身全霊努めるつもりだ。最も幸せな未来とやらが何なのか決めるのはお前じゃない、自分自身だ。意志だけは唯一誰にも支配できねえものだからな。鎖は壊した。牙を剥くか尻尾巻いて逃げるか、あとは自分で選べ。これからもあんたが私に従う。ちゃんと覚えたな。そう、勝負だ。負けた方は相手の言うことを聞く。単純なルールだろ。おいおい、外してんじゃねえか。あんたシリウス先輩の。はあ、なんだよ、見てわかんだろ、今日は先輩はいねえって。それとも何か、私らに用事があるってか。んなわけ。はあはあ。おい、なんであんたがそこに突っ立ってるの？へえ、ご丁寧なお誘いどうも。だがあれはたった一度の例外だ。鎖を握ってるのは私。私があんたに指図することはあっても逆はね。教えてよな。なら見せてもらおうじゃねえか。その震えた手で何を使おうっていうのか。おいおい、あんたマジで言ってんのか？そのやり方で勝つって本気で？バカじゃねえの？
こりゃ本物のバカだな面白いじゃんまあ実際あの最強のシリウス先輩に勝つ手段っつったらそれしかねえか。おい、教えられるのはやり方だけだ。成功には相当なスキルと運もいる。かなり厳しい練習になるぜ。大口叩いて早々つまらねえ勝負する気じゃねえよな。あ？本来は順番をとちるとファールだが、今回はハンデとして3回までファールを許す。好きな順で打っていいんだ。楽勝だろ。うちの連中が何しようがどうせ諦める。自ら首輪をはめるしかなかったはずだ。だがあんたは噛みちぎってみせた。ペットを野生に返した要因は何だ？そうか、私だったか。仕方がねえ。負けは負けだ。あんたは私に何を望む？至極簡単な話だ。自分で選ばず無様に負けて悔やんだからだ。父さん、新しいトレーニング器具ありがとう。バッチリ使えるようになってみせるよ。教育熱心な父親、それに先生、今日のメニューこれで全部だよな。簡単だったな。私の才能に入れ込んでくれた育成クラブの先生。周囲の熱心な指導にいい子で従えば強くなれた。だが同時に慢心と甘えを生んでいた。気づいたのはいつも並走していたあいつに差をつけられた時だ。ルドルフ、どこだよ。おい、どこだよ。おい、なんでだよ。こんなにトレーニングしてるのになんで。全部言う通りにやったのに。幼い私は最悪なことに負けた理由を父親や先生のトレーニングのせいだと考えた。クソつまらねえ。鉄頭鉄尾自分のせいだろうが。他人任せにして思考まで預けて、そんなざまじゃ勝てるわけがない。檻があるなら壊す。鎖があるなら引きちぎる。誰にも守られない代わりにどこまでもかけていく自由を得る。その先に私の目指す世界はある。それを取りさえすれば誰が最も優れているかわかるだろう。で、あんたの望みはこれだけか？私を従わせる二度とない機会かもしれないのによ。どっかの誰かさんみてえに生ぬるいな。私を口で従わせようとするならそれは
今回勝ったあんたには次の勝負を始める権利があると。まあ半端に噛みつかれるよりはマシか。最初はロードワークからだな。分かった。あんたが考えたんだろ。さっさと準備してこい。よくもまあそこまで綺麗に尻尾を振れるもんだ。これからもせいぜい頑張って甘噛みしてこいよ、パピーちゃん。昨日の勝負に勝ったのは正解だ。そこまで物覚えが悪いわけじゃないみたいだな、バビー。君よくあの子の担当を続けられるね。威圧的でいつも上から命令してくるし、トレーナーをトレーナーとも思ってないでしょあれ。純粋な疑問なんだけど、君はどうしてそこまでしてあの子の担当でいるの？もちろん才能は認めるよ。でもそれだけでついていけるものかな。そもそも導く側なのに。お前ら声出せ！行くぞ！シリウス先輩、お疲れ様です！どけ、前を塞ぐんじゃねえよ。すいません、シリウス先輩の走りマジでやべえなって。邪魔しないんで近くで見せてもらっていいっすか？近く？だったら走れよ。小鹿の足で追いつけるかは知らねえがな。腹でも減ったか、パピーちゃん。私が恋しかったか。なら企み事か。やめとけ。後にも先にも子犬のいたずらが通じるのは一度だけだ。どこにでもいるな、お前ら。いいじゃないっすか。シリウス先輩が行くところならついていくし。マジそれ。つか先輩がいてこその俺らっつうか。許してくださいよ。お前ついてこい。え、俺っすか？はい。シリウス先輩、どうしたっすか？俺何かしました？ヘラヘラと出来の悪い能面貼り付けて私の前に立つとはね。気に食わねえ。そっか、そうっすよね。シリウス先輩には分かっちまうか。言おうとも思ったんすけど、周りのダチとか親も言う通りにした方がいいって言うし、
空気悪くなるの苦手っつうかすんません、格好悪いっすよね。言ったはずだ、気に食わねえってな。私の前でその笑いはやめろ。周りが言うからお前はお前の心を無視すんのか。言う通りにしろ。何のために。そいつらはお前の代わりに走ってくれんのか。違うだろ、走るのはお前だ。他の誰にもお前の道は走れねえ。他人に踊らされて何が残る。あるのはせいぜい腐った残骸だけだ。いいか、ツケってのは全部自分に返ってくる。後悔を他人のせいにするくらいなら道は自分で選べ。茨の棘に刺されてもその責任は自分で取れ。くだらねえ後悔を抱くくらいならな。でも怖いっす。もしそれで周りに見捨てられたらと思うと俺。その程度で消える奴らを気にしてどうする。それはお前にとってのくさびだ。重たいだけで役には立たねえ。勝手に消えんなら儲けもんだろ。シリウス先輩、選択しろ。選ぼうとする意志は必ず不要なものを削ぎ落とす。そうっすね。ほんとそう思います。おい、いくら飼い主が恋しくなったからってこんなところまで追いかけてくるとはな。迷子にならずによく見つけたと褒めるべきか、パピーちゃん。今さらだな。元はといえば隠しきれてねえあいつの爪が甘かった。誰に聞かれていようが私には関係ねえ。あんなに胸くそ悪い笑い方してりゃ誰でも気づく。不愉快なんだよ、私の視界にいるのが。ね、追いかけてきたんじゃねえならどうしてここにいる。いつもは地元の方に行ってるだろ。玉拾いしている方がパピーにはお似合いなんじゃねえか。シリウスさんだったら向こうの小島まで泳ぎに行ったって置いていかれた子たちが話してるの聞いたけど、ボートとか小舟とかで渡れるくらいの距離だし観光客もいるみたいだから心配ないと思いますよ。それなりに泳いだか。まだ物足りねえがそろそろ戻。ついてくんなって言ってんだろ。ナンパうっぜえ。お前らとか相手してらんねえし。はあ、ナンパじゃねえし応援してやるって言っただけだろ。めんどくせえことになってやがる。あ？こっちのセリフだっての。あんた保護者か。失礼なこいつらに謝らせろよ。わめくな。雑音を耳にしたい気分じゃない。どうやらパピーは虚勢を張ることを覚えたらしいな。褒めてやりてえが
夏の虫相手に吠えたところで意味はね。そうだ。なんだよ。シリウス先輩、こいつらマジしつこくて、強い馬娘なら応援してやるとか言うんすよ。俺たちはただ応援するのに名前を教えろって言っただけで。へえ、そりゃありがたいこったな。なんだよ。もしかしてあんたが名前を教えてくれんのか？それでもいいけど応援するし。だったら教えてやるよ。一番眩しい星を探しな。答えはそこにある。簡単だろ。勝つのはただ一人、私だけだ。他の誰も私の前には立てねえ。分かったか？分かったならとっとと失せろ。帰りの船が夜に迷わねえようにな。一番眩しい星は何だ？首輪はとっくに髪切った。いつか分からせてやる。くだらねえしがらみに飼われていることの愚かさを、全てを焼き焦がす星がここにあるってことを思い知らせてやる。願望か？本当に言うようになったじゃないか。期待はしねえが否定もしないでやるよ。せいぜい気をつけるんだな。私の隣で灰にならないように。